2022年4月1日から15日までのさそり座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月1日から15日までのさそり座さんのリーディングを行います。まずこちらにゴングのカードをエキサイティングイベントというメッセージが書かれてますが、このエキサイティングイベントというのは、まるでゴングが鳴るように、とてもわかりやすく見逃すことがないような出来事。それで今回のこのゴングが鳴るようなエキサイティングイベントというのは、あなたの人生に新しさが加わってくる。こちらに50からのカードとハミングバードのカード。あなたの好奇心を刺激するような新しさ、特に考え方とか、新しい知識とか、新しい将来に対する展望、その目の覚めるような新しさというのが、あなたの人生を新しくしていく。おそらくこの後4月後半以降にとても大きな変化が待ってるんじゃないかなって思います。その大きな変化の始まり、そしてその始まりを迎えるためにも準備が必要になってくるんですが、3月ぐらいからそのエネルギーが続いている。そしてこの時、その準備段階のピークを迎えると思うんですが、その準備というのも、まずはこの50からのカードにも書かれてますが、グラウディング。この鳥の2枚のカードが指すように、この時あなたが見つける新しさ、新しい情報、新しい知識、新しいものの見方、新しい世界観、新しいビジョン、新しい将来の見通し、そういったものは地に足をつけていないと、とても速いスピードであなたの目の前を通り過ぎてしまう。なので、地に足をつけて、その大切な新しい情報を、新しい知識を見逃さない。そして今回、ペンタクルの7とソードの8、ハングドマンが出ておりまして、合わせて他のカード、克服すべき障害物というメッセージが書かれてますが、この時遭遇する障害物というのは、あなたが変化するために、そしてあなたが新しさに気づくために必要なこと。そしてこの障害物というのは山ではなく丘なんですね。なので数日間かけてそれに悩んで取り組むというよりも、長くても1日とか数時間とかそれぐらいで超えられるもの。でも丘がこの複数形ということは、それだけいろいろな出来事が起きて、次々と乗り越えなきゃいけないという場合もあると思いますが、それもあなたに次あなたが変化していくために必要な新しさに気づかせるため、過去の清算をするために何かトラブルが起きてそれを解決していくというよりは、未来に開かれている。今のためというよりも、未来に向かって変化していくために、この時問題が生じてくる。ということは、この時問題が、障害物が多ければ多いほど、4月後半もしくは5月ぐらいから始まっていく変化というものは、とても大きなものになっていく。この障害物を乗り越えていくためにも、地に足をつけている必要がある。地に足をつけているからこそ、次々とトラブルを解決していったり、普通だとすごく時間をかけてしまいそうなことも、
短時間でこなしていける。そして今回、このタロットカード3枚、ペンタクルの7、ソードの8、ハングのマンが、とても似たようなメッセージを発していて、このペンタクルの7では、考えているような人が描かれてますが、このソードの8とハングのマンでは、両方ともぶら下がっていて、そして翼を閉じて自分の動きを封じている。ハングドマンでは目を開いていますが、ソードの8では全てを閉じ込めている。このソードの8の取り囲んでいるソードが、この丘でいう乗り越えるべき障害物にあたるんですが、短期間ではあるんですけれども、とても段階を踏んでいるような感じがしていて、これをどうやって育てようと考えているように、これから将来どうしていこう、なんか今つまらないなとか、そういうことを考え始めて、そして少しずつ自分の殻にこもり始めて、そのこもり始めた途端にいろいろな障害物が現れてきて、それに対処しなきゃいけなくなって、そして徐々に目が開かれていく。その目が開かれていくというのも、このシンキングタイムの結果、目が開いて、その目が開いた途端に、障害物をどうやって乗り越えていくのか、どうやってトラブルを解決していくのかというのを見抜いて、そしてすぐに実行に移していける。このぶら下がっているシンキングタイムというものも、地に足をつけたグラウディングタイムというものも、短期間ですので同時進行に進んでいくような感じがしていて、例えば夜の間はシンキングタイム、昼の間は地に足をつけて、その夜の間に考えて思いついたことを地に足をつけて実行していく。おそらくこのシンキングタイムの間もそうですけれども、地に足をつけて問題を解決していく間に、障害物を乗り越えていく間に、あなたの好奇心を刺激する将来に対するアイデアというものが次々とあなたに降ってくる。それでこのグラウディングの方法なんですが、今回は歩くのがとてもおすすめかなと思います。歩くことによって思考が整理されていって、より地に足がついていく。無理に歩けとは言いませんが、なるべくこの時は歩く時間を長めに持ってみてください。そしてこのカードには観葉植物が描かれてますが、植物を育てるというのもとてもおすすめです。特にこの絵のように室内で育てる、あと丘のカードと鳥のカードが2枚出ておりますので、もしお近くに自然を感じるような場所がありましたら、週末とかお時間のある時に長めにそういった場所でウォーキングをされるというのもとても良いかなと思います。この次にとても大きな変化があるということを予感させる新しさ、新しい知識、新しい情報があなたに入ってくるというのは、あなたが何かに、例えば恋愛でも仕事でも趣味でも他の日常生活のことでも何かに行き詰まりや不満を抱いていて、そしてそこから抜け出す必要があるから、そして現状からどうやって抜け出そうかと考えている間にいろいろなことが起きてきて、そしてそれを次々とこなしている間に、そこからどうやって抜け出していくのかという未来の展望というのが自然と見つかっていく。その変化のためにも、その閉塞感から抜け出すためにも、この新しさというのがどうしても必要だった。この時の障害物がトラブルが多ければ多いほど、あなたが閉塞感から解放されて、何かに行き詰まっている状態から抜け出して、とても大きくドラマチックに変化していくと思いますので、その大切な大きな変化のためにも、常にグラウディングをして、目の覚めるような新しい知識、新しい将来への展望を見つけていただきたいなと思いました。それでは4月1日から15日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。